長中澄江さん、当時20歳。爆心地から約 2km 離れた楠木町で被爆しました。会社で仕事始めが8時からだったですかね。仕事したばっかりの時に落ちたような気がします。おそらく8時から始まったと思いますね。8時15分でしたからね。マグネシウムですか。昔写真を撮るのにパッとこうオレンジのあれが突然ね目の前にパッものすごい衝撃で受けたのは覚えてる。あとちょっと気を失ってたんかしら分かりませんね。どれぐらいで気がついたか。気がついたのはね女子低身体の人のね死にそうな声ですね。先生助けてください、お母さん助けて。だいぶ経ってからと思うんですよね。ここで私も正気になってこれは大変だと。かすかにねだいぶ向こうの方にね明かりがね明かりいても外の明かりが見えるんですよ。それをめがけて脱出しましたね。何時間経ってかそれ分かりませんね。気を失ってたのがねその低身体の悲痛な叫びの声で気がついたんですよ。何分かかって出られたか分かりませんけど外に出てもう辺りがね天と地ほど違ってましたね。道がないんですよ。瓦礫でここガラスかなんかの血もぐれでしたね。ここに毛が今もうあるでしょ。ここにね、なんか骨がね打撲で飛びでここ頭蓋骨どういうんですか。私で見ればガラスかなんかがね立っとるから思うて収容所で見てもらったらこれガラスじゃない。折りおったらね手術しなさいって言って手術も何にもせんうちに潰れましたがね、血もぐれでしたね。知らんですよね。ほいでこう衣服がね血が出てるから怪我してこう見たらね、痛みも何にもなかったです。当分ねこうかごんだらねかごむでしょ。そしたらわーっと頭がねしびれたようにそれが当分続きましたね。でもお医者もいかんしね。で逃げる途中に親切なおばちゃんだったかな、なんか切れを裂いてね巻いてくださったですね。ああいう大ごとの時でもねやっぱり優しい人もおられるなあ思ってね。まだ話してないんですが今の恋姉をそれから避難して逃げる途中にまだ頃竹やぶがいっぱいいっぱいあってねかすかに声がするんですよ竹やぶからね。それで耳を澄ましてみたら私らをね足跡がわかるんですね。瀕死の重傷でも耳だけは聞こえるんですね。それで私こう立ち止まるともなく立ち止まったらね「私は誰々です」とね「ここにいますから家が何町にありますから連絡をしてください。私はここにいますから」それを一生懸命言われるんです。ほんで「お水をください」って「お水をください」言うてもねその人見たら目も腫れつぶれとるんですよ。やけどがもう時期を過ぎたら水ぶくれになるから。それでから足音だけを頼りに一生懸命話しかけられるんですよ。ね
相槌を打たれんのですがね、なんとかしてあげよう思うとお水浮いても私自身がお水も飲まれんようなないんですよ。ね。そしてまして何町におられたか知らんがみんな破壊されてるんじゃから探しようがないでしょう。それから聞かんような風をしてそこを逃げるようにね立ち去ったのが今思ってもね自分を悔やんでも仕方がないんですがどうにかならんのですよ。それどうすることもできんかったんですがそれを無性にね悔やまれるんですよ。せめてねお水でも近所に家があればねそこへ行ってコップを買ってねお水を飲ませてあげれるそう家もないんですよ。それで私らも避難せにゃいけんでしょ。その声を振り切ってね、鬼のようなその言われた方はねせっかくあれがおそらく末語の言葉じゃったでしょうね。お水をくださいお水をくださいってね聞こえんような風をしてね返答できんのですよ。何こそ答えてあげられんのですよ。あれ今でも辛いですね。だから方地名を聞いただけで思い出が悪い思い出ばっかりです。皆さんに話すという気になったのは最近ですね。それは私の寿命がもうあんまりなくあとわずかになってね確かに私いうもんがいたとそして経験したとそれを残さんことにはねただのあえなおばあさんがおったげないうだけでね、どれだけ悲惨なかってどれだけ私が苦しんだかね、私は苦しむのはまだいいんですよ。だけどこれからの若い人にね戦争をしてはこういうことになりますよいうことを伝えたいんですよ。ね殺した方が勝ちでしょ戦争は。犠牲になるのはいつも女子供ですよね。あれもね原爆の絵ですがね去年まであれ描けたんですよ。原爆で火が迫ってきてるとこですがね去年ぐらいおととし描いたんかな。もう今年はねああいう気力がないんですよ。ただこうして話すだけねそれでも何かのお役に立つんじゃったら私は本望ですもん。各国のね偉い人もね偉いなりに考えられた核廃絶の会議でも少しはいい方に向かっているんでしょうが私のから見たらもう全然全廃してほしいですね。核をね核があるから相手も落とされるからまた落とすね、そうせんと未来はないですよ、と思うんですよ。それからまして若い人がね絶対戦争反対本当少々の苦しいことがあってもね生き抜いてほしいと思います。原爆の被爆者は皆耐えて頑張ってきた証がね今のねあれだからね苦しいこともあるけどね頑張って生きてほしいと思います。